皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の5月の17日金曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜9時29分、9時半ですね。1時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、えなんでこんな体に害を及ぼす100%化学物質のエセミルクが毎日使われているのに誰もその危険性を指摘しないのかということですね。これ要するにフレッシュコーヒー、コーヒーフレッシュという名でですね、必ず、喫茶店とかコーヒーショップ、レストランなんか行くと置いてあるんですね。常温で置いてあるんですよね。でこれが実は100%化学物質で、ミルクとは一切関係ないと、ミルクまがいのものだというエセミルクだということを気がつかないとですね、これがそうですよね。毎日使っている方がおそらく数百万人いるんじゃないですか。その正体っていうのは隠されてるんですね。ですからほとんどの人がその正体知らないで使ってると、ミルクだと思って使ってるという人も多いんじゃないですかね。この100% 化学物質合成、化学物質食品、の正体を、暴露したブログ記事がありますんで、それを今日メインテーマで取り上げようということで、明日からですね、もう絶対使わないというボイコット運動を私は提唱したいということですね。ということで、今日のワイワイニュースライブの通算2780回目ですね。昨日はなんかこちらのミスでですね、マウスが電池切れで止まっちゃって、電池を入れ替えようとしたら遮断しちゃったんですね。それで、2つに分かれちゃったということがアクシデントありましたけど、今のところ今日の放送は音声も映像もですね、問題なく配信されているということですね。今日の最初、今日の最新情報として、昨日の放送ですね、2020年東京放射能オリンピックという名称、本当はこれですよと。2020年東京オリンピックは実は2020年東京放射能オリンピックだということをテーマにしたんですけど、これを YouTube 向けにですね、先ほど届いたんですけど、こういう表紙を作ってくれました。鳩山幸男さんか。そうですね。そして日本列島が真っ赤になっているということでですね、なかなかいい表紙だと思うんですよね。それで、現時点での視聴者数がツイキャスの方が569、YouTube が399と、YouTube おそらく2つに分かれちゃったんで、それほど多くの方が見られてないと思うんですね。合計で968名ということです。そして、今日の画像ですね。今日の画像、一番最初は、昨日のテーマの時にこの画像はお見せできなかったんですけど、
IPPNW 核戦争防止国際医師会議が提唱した2020年東京放射能オリンピックという情報キャンペーンですね。で彼らが作ったロゴマークなんですね、これ。から2つ目が今日のテーマですけど、まがいものと、これですね。だコーヒー好きな方は毎回毎日数個使ってんじゃないですかね。から3つ目が、今日のトピックスで、取り上げますけど、ボルトン、トランプに戦争をささやく者、ジョン・ボルトン国家安全補佐官と、ハンギョレ新聞の記事なんですね。非常になかなか優秀な記事ですね、これ。トランプに戦争をささやく者、ボルトンに対する批判がアメリカで、かなり、激しくなっているという記事なんですね。から次の4番目の記事、これは田中龍作ジャーナルの記事ですね。でこれは厚労省の八田貝康之という保護課長、苦しい言い訳に終始したということで、この記事はですね、要するに、生活保護を受けてる人がタイトルは偽装で生活保護費削減は自民党の公約実現のためだったと、こういうことですね。この偽装とは何かというと、物価指数、厚労省物価指数を計算する際、ラスパイレス指数を用いてたが、自民党が政権に返り咲くと通常使われてない、パーシェ方式という計算式を使ったと。これは何かというと、物価下落率が 4.78% とされたんですけど、そのうち 3% はパソコンやテレビの価格、生活保護世帯が必要とする物品とはかけ離れていると。しかしその物価が下がったとして基準値を下げたと。要するに物価が下がると生活保護費も下げるという根拠としてですね、物価偽装っていうのを使ったんですね。で 4.78% 下落したと。だから 4.78% を生活保護費から削減するよというのを自民党が政権に返り咲いた2012年13年に厚労省はその根拠としてこの指数を用いたんですけど、この指数っていうのは要するに 4.78% の物価下落のうち 3% がパソコンとかですね、テレビの価格であり、いわゆる生活保護世帯とは関係ないんですね。生活保護世帯に直接関係するのは食料品であり日用雑貨品なんですよね。ですからこれはもう自民党の公約として、生活保護費を削減するという公約に、合わせてですね、厚労省が偽装の物価指数を演出したということが昨日ですね、厚労省に対する、追及で、その追及の矢面に立ったのがこの厚労省の保護課長という、おそらくこれもキャリアでしょうね。この若さで課長ですから、東大法学部かなんか出てるとんでもないやつなんじゃないですか。
ということです。そして今日のトピックスの中でも取り上げますけど、日刊現代が言ってる中国は世界一の米国債を保有しているということで、この米国債を売るという殿下の法廷を抜くんじゃないかというような記事なんですね。で、これがですね、米国債なんですね。これは10億ドル、1100億円の米国債ということで、これ1枚で1100億円の価値があると言われてるんですけど、この米国債のこの本物ですよね、現物。日本政府は中国に次いで、1170億円、117兆円の米国債を持っていると言われてるんですけど、この現物はおそらく渡されてないと思うんですね。要するに、売るのを日本は売るなという禁止命令が出てるんで、この現物は財務省にはの手元にはないと、売れないですね。中国は手元にあるから売ってんですね。ですから今回もトランプがあまりにも強硬な関税の引き上げと 25% 適用ということに対して最後のですね、殿下の宝刀としてこの国債を売るという可能性があるんじゃないかということですね。そして、最後の画像はこれは昨日おとといのトピックスでも取り上げましたけど、チェルシー・マニングさん、元の米陸軍情報分析官ですね。彼女が再度アメリカの大陪審に、これ2度目なんですけど、呼ばれて証言しろと。これはウィキリークスのアサンジュの件で、調査している大陪審に、召喚されてですね、証言するというふうになってるんですけど、彼女は最初と同じように証言を拒否してるんですね。で、前日その裁判所の前で記者会見した。そして背後に、支持者が横断幕と持ってるんですね。という画像です。で、当然ながら彼女は、最初と同じように証言を拒否するから拘束されるということになるんですね。だから非常に勇気のある素晴らしい女性ですよね。というのが今日の画像です。これアップしますかね。YouTube 向けの画像、表紙ですね。それから現時点での視聴者数、ツイキャス、合わせて968名様ということですね。そして今日の画像、これは2020年東京放射能オリンピックのロゴマーク、それと今日のメインテーマですけど、コーヒーフレッシュというエセミルクですね。から3番目がトランプに戦争をささやくもの、ジョン・ボルトン。
で厚労省の保護課長ですね、矢田貝康之という彼が苦しい弁明をしているという写真ですね。これは田中龍作ジャーナルの記事に添付してあった写真です。それから米国債ですね。米国債というのは見たことないという人で、日本政府は現物がないだろうという単なる預かってますよというアメリカ財務省の証明書ぐらいしかないんじゃないですか。からマニングさんですね、チェルシー・マニングさん、性転換したんですね、彼女は。ということですね。皆さんからのコメント読みましょう。メルヘン中尾さん、こんばんは、配信ありがとうございます。米国債というとキャスト事件がありましたねと、これが政権交代のきっかけになったという噂がありますかと。キャスト事件って何ですかね、私知らないんですけど、これ偽のやつですかね。何十兆円の偽の国債がイタリア国境かなんかで、イタリア・スイスの国境かなんかで、押収されたっていう、これではないですかね。ちょっと後で調べますけど。から K さん、缶コーヒーを飲むときにも、何これ、美人に騙されていけませんと、人工甘味料が使われているということですね。アステルファームとかと。はい。それから K さん、コンティニューコイン。それから中島正文さん、日本は毎年アメリカ国債を30兆買わされてますよと、特別会計でアメリカの植民地なのでと、センミルクもそうだけど日本の食品は添加物だらけですと、世界一添加物の種類を認めてるんです、厚労省と。だからこれはもう完全にあれですよね、日本国民の健康を害するために意図的にやってるんじゃないですかね、これ。厚労省、国家権力犯罪の一つでしょうね。砂月金さん、今日のメインテーマですね。なんでこんな体に害を及ぼす 100% 化学物質の衛生ミルクが毎日使われているのに誰もその危険性を指摘しないのかということですね。メルヘン中尾さん、お茶とコンティニューコインですね。それから土山純一さんがいつもありがとうございます。お茶爆点とコンティニューコイン2枚ですね。と陽陽さん、コンティニューコイン。そしてこの放送が始まる前のコメントですね。砂月金さん、聖火の出発点はチェルノブイリの日、スリーマイルの日、広島の日、長崎の日、東海村の日と。で、砂月金さん、田中龍作ジャーナル、偽装で生活保護費削減は自民党の公約実現、今日取り上げますね、私も。はい。ミルキーさん、東京放射能オリンピック、聖火リレーは福島から始まる予定ですと。ミルキーさん、東京放射能オリンピック、野球とソフトボールのゲームは福島原発から50キロしか離れてない福島市で行われますということですね。ということです。
それです。そういうことか。イタリアとスイスの国境で、税関に押収されたという件ですね。その後、この情報っていうのは消えちゃったんですけど、あるんですかね。寒川雷蔵さん、拍手ですね。石森さん、山崎康越、ワイワイニュースライブ配信中ですと。コンティニューコイン配信ありがとうございますということですね。砂月さん、いかに実体経済に金を回さないようにするか、日米合同委員会から命じされているらしいと。まさにそうですね。すべては金融経済、価値を生まない金融経済の方にぶち込むという、だから実体経済が全然成長しないということですよね。で、今日の注目情報ですね。これは世界覇権の後退を示す米中貿易戦争と、戦後74年の米国一人勝ちが終了ということで、なかなか鋭い見方ですね。これは長州新聞の5月16日昨日付の記事ですね。砂月さん、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散、共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散お願いしますということですね。はい。寒川さんがお茶ですね。ということで、この長州新聞のかなり長い、論説ですね。長州新聞っていうのはテーマを切り取る、テーマ自体を選ぶ目が鋭いということと、それからそれぞれのテーマに関するツッコミがですね、非常に深いんですね。だから優秀な書き手がたくさんいるんでしょうね。1955年創刊ですから、もう何年なんですかね。60年ぐらいの間で、優秀な書き手が育っていると。で、他方ですね、私は定期購読もうやめちゃいましたけど、週刊金曜日25周年ということで、なんか祝ってますけど、ほとんど自力で、記事を書けるスタッフが記者が育ってないと。だからテーマだけ決めるんですけど、週刊金曜日の場合テーマは勇ましいテーマが多いんですけど、結局そのテーマに沿って、編集部のスタッフっていうのは書き手を選ぶだけなんですね。だからばらけちゃうんですね。問題意識として結構いい、テーマを設定するんですけど、でもそのツッコミが編集部のプロパーの人間が記事を書くんじゃなくて、外部の人間に委託するから結局ブレちゃうんですよね。それの繰り返しっていうのだから25年間、週刊金曜日は一体何をやってきたのかということを前から私は批判してるんですけど、ついに定期購読やめましたね。おそらく私の推測ですけど、このような事態に至ったのは本田勝一さん、編集委員でずっと、創刊の時からずっと中心的な役割を担ってるんですけど、彼が有能ないわゆる記事をちゃんと調査報道記事を書ける人材を、育ててこなかったということだと思うんですね。ちょっと異常ですよね。25年経って、創刊の時に5万2千人ぐらいが定期購読者でいたんですけど、現在おそらく、私も辞めたんで、おそらく1万人、そこそこじゃないですか。1万2千人とか25年間で、5分の1になるというのはちょっと異常ですよね。
まあそういうことですね。だから長州新聞というのはそういう意味で非常に、下関にある小さないわゆる地方新聞ですけど、タブーを設けないということをやってるんで、注目すべき、ミニコミですね。まあ、早稲田クロニクルもミニコミですけど、また違ったいわゆる伝統的ないわゆる活字媒体を中心にした紙媒体の長州新聞ということだと思うんですね。砂月さん、中島様、支障なければツイッター連携で拡散共有お願いします。そうですね。お願いします。ということで、この鋭い、長州新聞、これぜひお読みください。今 URL をできたら定期購読してくださいということですね。要するに、関税をどんどん上げると 25% を上げるということの結局そのツケは誰が払うんですかというと、その分が製品に転嫁されて高い商品輸入中国の高い輸入品を買わされるアメリカ国民ということなんですね。そして当然報復として中国側もアメリカからの完成車自動車等々に関税をかけるということになれば当然輸入量は減ると売れないですから、そうするとそれを生産している米国の自動車メーカーが打撃を受けて結局はそこに働いているアメリカの労働者が職を失うということで結局トランプのそのこわもてのですね脅迫的な彼の一流のやり方ですよね。おそらく彼のビジネスのやり方そのものなんですね。相手の弱みにつけ込んで、こわもてで強硬な要求を出すと。そして、相手がひるまないで、その要求を飲まないと強硬手段で訴えると。その繰り返しで彼は自分のトランプ帝国を築いたということ、それを一国の大統領として、国の命運を左右するような戦略として外交戦略として使うという、そもそもそれが間違ってるんですよね。ということですね。そして、今日の朗読ですね。朗読は今日は読みます。毎回時間がなくて、はしょっちゃってるんですけどなかなか前に進まないんで、今日これですね2つ今読んでるんですね。この日米合同委員会の研究というのとそれから吉田幸喜さんの日本が自滅する日ということで、最初のこの日米合同委員会の研究謎の権力構造の正体に迫るという創言者官ですね、吉田俊弘著、これの12回目ですね。その隠された姿に政府の秘密資料を通して迫るというところです。今日は1ページぐらいしかないんで、早く終わると思うんですけど読みますね。日米合同委員会の議事録や合意文書には公開義務がないとされているため同委員会に関する公開資料は非常に限られ極めて、不十分ですと。そのため日米、地位協定に関する本や新聞雑誌、記事などでも、断片的に言及されているだけで詳しい解説書も見当たりませんと。そこでその隠された姿に迫るには非公開の資料、すなわち日米合同委員会に関係する省庁内部の秘密資料
日米行政協定現地位協定に関連した最高裁裁判所の秘密資料、アメリカで情報自由法により秘密して解除された国務省や統合参謀本部の解禁秘密文書、私が独自に信頼できるルートで入手した日米合同委員会の秘密文書などを通して探っていくしかありませんと。それらのうちで私が調査できたものは次の通りですと。日本の日米の資料に分けて発行年順に並べますというところですね。それで、来週の月曜日読むところは具体的な秘密文書ですね。日本政府省庁と最高裁判所の秘密資料の1、部外非日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料ということですね。1952年9月、この部分からずっと具体的な秘密資料が紹介されてるんですね。で、123 456 789全部で22ですね。順次読んでいこうと思います。今日はそこのところですね。今日読んだ本の部分ですね、これ。そしてもう一つ、日本が自滅する日と、石井幸喜さん。完成経済体制が国民のお金を食い尽くすということですね。で、今日は第60これ66じゃないな。81回目です。今日81回目。それの第3章、公共事業という名の収奪システム、第3節、ダム建設という巨大な無駄、その中の電気を湯水のごとく高度成長時代の浪費の進めと、この部分ですね。1ページ、2ページですね。読みますね。日本国内にあるこれなんていうの、包み高っていうのかな、抵抗っていうんですかね、包みと高い15メートル以上のダムは抵抗でしょうね。15メートル以上のダムは2604箇所にも上ると。計画中と工事中を含めると3000を超えると。1件あたりにならすとほぼ65箇所となると。もっと小規模のものや砂防ダムを加えればその数は到底数えきれないと。ダムは目的によって発電用、利水用工業農業用水飲料水など、治水用洪水などの防災用に分けられるが、これらの組み合わせた多目的ダムが最も多いと。よく知られている川についてダムの数を挙げてみると、石狩川67、北上川38、最上川38、阿賀野川43、利根川66、木曽川77、信濃川76となると。数えきれないほどのダム建設によってかつての節電から一転して電気は使い放題となったと。工業用水も一般家庭の水道も節水は過去の遺物で、逆に使えという浪費の勧めとなったと。果たしてこれが豊かな未来と言えるのだろうか。下流のダムと言われる河口堰もまた無駄なダムの典型であると。うがいで知られている長良川の河口から 5.4km 上流、三重県桑名市長島町に建設された長良川河口堰は全長66メートルもある。事業主体は水資源開発公団であると。
この壮大な無駄が計画されたのは昭和35年であると。43年に閣議決定されたものの、着工は延び、48年には金丸建設省、当時がようやくゴーサインを出した。ダムの建設計画には、なぜ、ダムが必要なのかという理由がいると。そこで国土交通省や都道府県は周辺の市町村に水の需要を割り当て、企業や工場ともできるだけ多量の消費量で契約するのであると。押し付けられた企業の方は災難でしかないと。長良川河口堰の問題で水資源開発公団は、一般家庭で1人1日400リットル使ってもらわなければ困ると言ってたと。現在の平均は約250リットルだから水の浪費の進めである。ところが毎秒 22.5 トンの取水能力があるものの、実際に利用されているのは愛知、三重両県の計 3.8 トンだけ。つまり取水能力の 80% 以上は無駄となっている。構想が作られた時期は重工長大産業が全盛で、工業用水の使用量はどんどん増えるという予測を盛り込んだ旧建設省のフルプラン基本計画ももっともらしく見られたと。だがこのフルプランは実にいい加減なものであったと。後に平成2年、私はそのことを証明する資料を入手したと。平成5年当時の建設省の内部資料だった。旧建設省が関係省庁に水需要の見通しを問い合わせたのに対して、各省庁の見解が表明された。そこには旧通産省は工業用水は供給過多で今後需要の伸びは見込めないと明記しているのであると。実際に1980年代以降、工業用水の需要は減少の一途をたどっていると。積は不要だったのだ。その現実には目もくれず、政府は壮大な無駄を強行してしまったという、本当無駄が多いですね、これね。ということです。で、来週の月曜日は次、82回目か。休日に来る釣り人にまで漁業保障と。もう笑っちゃうよね、しかしね。これほど無駄なことをやりたい放題やらせてるっていうのは一体何なんだ。これはもう完全に戦後70年以上一つの独裁政党、自民党が政権をずっと握ってる、独占してたからですよ。誰もチェックできないということで、だから自民党の政治家と、それから国家官僚と、それから地方官僚、それに、連なるさまざまな利権、企業とか利権団体がこういう壮大な無駄をですね、垂れ流してきたということ。だから政権を交代しないとダメなんですよね。単に一つ一つの無駄をやめさせるっていうのはもう無理なんですね。構造自体を根本から変えると、それはもう政権交代しかない。だから中途半端な政権交代じゃなくて、根本的な根源からこの日本の基本構造を変えるということが絶対必要なんで、それはまあ私がずっと言ってます、普通の市民による市民革命が必要だということなんですよね。中途半端な、いわゆる偽装野党による政権交代なんか必要ないんですよ。害があって、益は一つもないということでしょうね。みんな常に裏切られてきたということでしょうね。ということで、今日読んだところのタイトルだけでも書きましょう。菜食ヒーローさん、こんばんは。よろしくお願いします。ね。そっか。この URL が長いんですね。
それでも長いと。これですね。そして今日のメインテーマですね。なんでこんな体に害を及ぼす100%化学物質のエセミルクが毎日使われているのに誰もその危険性を指摘しないのかということで、今日のメインテーマはこのエセミルク、これですね。おそらく毎日日本全国で数百万個が使われているという100%化学物質、ミルクの体を成してますけど 100% 化学物質、添加物で作られている合成品なんですね。これ本物のミルクだったら保冷場所に置かないとすぐ腐敗するのに、コーヒーフレッシュは一年中常温場所に置かれていると。このことに疑問を持たずにコーヒーフレッシュを本物のミルクと思ってコーヒーや紅茶に入れて毎日何回も使っている人は多いだろうと。ね。マーガリンも同様ですよねという菜食ヒーローさん、そうですよね。あれはバターのまがいもんですよね。正確な消費量は不明だが、毎日日本全国で使われているコーヒーフレッシュの数は数百万個に達するだろうということでしょうね。で、なぜコーヒーフレッシュは本物のミルクと思って飲んでいる人が多いのかと。それはコーヒーフレッシュの危険な正体をメーカーと厚労省とマスコミが意図的に隠しているからだと。国民に隠していると。多くの人はコーヒーフレッシュの危険な正体を知らずに今でも使っていると。じゃあ何が入っているかというと、腐らないための防腐剤が入っていると。白い色にするための着色料が入っていると。自然な色に見せるためのカラメル色素が入っていると。匂いをつけるための香料が入っていると。とろみをつけるための増粘多糖増粘多糖類が入っていると。油と水を混じらせるための乳化剤が入っているということなんですね。ツイッターフォローしましたと中島正則さん、ありがとうございます。で、下記の記事はコーヒーフレッシュの危険な正体を暴露した記事と、ブログ記事なんですね、これ。で、記事を読んでいただき、コーヒーフレッシュを使うのを直ちにやめましょうと。そして周りの人にももうやめようということで、ボイコット運動をしましょうということなんですね。で、このコーヒーフレッシュの危険性を開発者自身が警告ということで、ブログですね、これ2018年5月27日、ブログザウルスでござると。このブログでかなり詳しくですね、この危険な正体を暴露したんですね。で、主要メーカー、メロディアンからメイラクグループ、ネスレ日本、味の素、AGF、雪印メグミルク、明治乳業、森永乳業、日清と大手の名前も入ってますね。ということで、この砂月さん、ありがとうございますと、フォローしましたということに対してですね、このブログ記事の URL、それの URL はちょっと長いんで別にアップします。
で今日のメインテーマですね。なんでこんなまがいものが毎日数百万個も体に害を及ぼす 100% 化学物質のエセミルクが毎日使われてるのか、誰もその危険性を指摘しないのかということですね。で本物のミルクだったら当然冷蔵庫に保管してますよね。このフレッシュミルクコーヒーフレッシュっていうのは常に常温に置いてあるんですね。でこのことを疑問持たずにコーヒーフレッシュを本物のミルクと勘違いして使ってる人はほとんどの人がそうだろうと。正体知らないからですよね。何なんだとこれは。で正確な消費量は不明だが、毎日日本全国で使っているコーヒーフレッシュの数はおそらく数百万個に達するだろうと。コーヒーとか紅茶に入れますよね。まあ入れない人もいるけど、おそらく数百万個、1000万個とか、そういう単位だと思うんですよね。でなぜ本物のミルクと思ってる人が多いのかと。それが隠してるからですよ。危険な正体をメーカーと厚労省が、そして、マスコミもそうでしょうね。マスコミも隠してると。そうですね。K さん、コーヒーフレッシュが使われ始めた頃、喫茶店などで牛乳を要求したことがありますが、現在ほとんどコーヒーフレッシュ以外は提供されません。だからコーヒーフレッシュではなくて本物のミルクが出てくる喫茶店はコーヒーも本物なんですよね。Facebook も友達申請しました、よろしくお願いします。中島さんですね。ありがとうございます。コーヒーフレッシュは危険、がんや胎児の染色体異常と砂ずきます。危険なんですよね。そのことを知らないで便利だからすぐ常にあるということでみんな使ってるんですね。で多くの人はコーヒーフレッシュの危険な正体を知らないで100% 化学物質のいわゆる工場製品なんですね。工業製品。おそらく化学物質、安い原価の安い化学物質が原料ですから、ものすごいあれでしょうね。利益率でしょうね。メーカーにとっては美味しいんでしょうね。腐らないための防腐剤、白い色にするための染色剤、染色料、それから自然な色に見せるためのカラメル色素、から匂いをつけるための香料、とろみをつけるための、増粘多糖類、水と油を混じらせるための乳化剤と、こういうものが使われてるんですね。K さん、人口削減計画がここでも静かに深く進行しているのかもしれませんと。国民の健康を意図的に害するということが秘密裏に、やられてんじゃないかという可能性ありますよね。小熊くんさん、お茶ですね。菜食ヒーローさん、あたかも健康的だと宣伝されているキャノーラ油もうんぬん、もともとは工業用として、使用されており、アルツハイマーやがんの危険性があるという、そういうことでしょうね。
だから本当あれですよ、我々は注意して、注意深く食品、体の中に入れるもん、特にですね、発がん性があるのかどうか、等々を本当情報を取って、自分たちの健康と生活を自らが防衛しないと大変なことになるということでしょうね。中島正文さん、日本人が世界一がんが多いのは食品添加物だと自分は思ってますと。先進国の中で日本だけなんですね、がんの発症が増えてるっていう。だからこの食品添加物とともに、この間取り上げてますけど、福島原発の放射性物質の大拡散が発がんちょうど8年経ってるんですね。だから急性白血病とかですね、それから喉頭がん、甲状腺がん等々を多発させていると、この2つでしょうね。だから日本人は本当人体実験されているということじゃないですかね。ということです。で下記の記事はこの危険な正体を暴露した記事で、もう直ちに使うのをやめましょうと。そして周りの人にもそのことを言ってボイコット運動しましょうという呼びかけですね。というのが今日のメインテーマでした。そうか、主要メーカーの名前だけでもアップするね。膨大な儲けを持ってるんでしょうね。原料が化学物質ですから、ほとんどタダみたいなもんですよ。73。70年。ネスレ日本。ということですね。現在時間が54分04ですか。視聴されている方が55名様と全体で118名様ということで、コメントが57件ですね。はい。ということで、今日のトピックスですね。一番最初、トランプに戦争をささやくものと、集中砲火浴びるボルトンと、ハンギョレ新聞。こういう記事を日本のマスコミも書けてんだよね。これですね、トピックス。ハンギョレ。これですね。菜食ヒーローさん、私はそれに対抗するために玄米菜食を21年実践しております。すごいですね。玄米のデトックス効果は高く、菜食なので添加物に触れる機会はぐんと減りますと。素晴らしいですね。そうですよね。添加物がない、野菜中心、玄米
非常に健康食ですよね。これがボルトンに対する批判が湧き起こっているということですね。でそれに対してトランプは、フェイクニュースのワシントン・ポストとニューヨーク・タイムズが私の強力な中東政策に内紛があるという記事を書いていると。いかなる内紛もないと。でさまざまな意見が出せるが私が最終決定を下すと。ボルトンが強硬な見解を持っているが大丈夫だと。私がボルトンを抑えているというツイッターで返事してるんですね。次、中国抜かずの法と米国債大量売りで日本株に、大暴落リスク。これ日刊現代らしいタイトルですね。危機を煽ると。これですね。これがこの記事の中で現在中国が世界最大の米国債を保有しているということで、中国が持っているのが1兆1300億ドル、約124兆円と、1月末時点で、2位が日本の1兆700億ドル、約117兆円ということですね。で一時期は日本がトップだったんですね。で、中国が売ってたんですね。でも現在は中国が1位、2位が7兆円ぐらいの差ですね。だからこの記事ではもしも中国が伝家の法廷の米国債を売り始めたら打撃を受けるトランプは安倍晋三に米国債を買えと言ってまた命令を出すだろうということで回り回って日本に来るよという記事の内容なんですね。日本はあれですよ、米国債を売ることを禁止されていると。それと金の保有も禁止されてるんですね。金がずっと同じ日本の保有高っていうのはもう固定されてて、毎年100トンぐらいの金は輸出しているということなんですね。で独自に金を買い集めるということはアメリカが許さないというふうに、要するにアメリカは金本位制、他の国に金が保有されることを妨害するんですね。金本位制からできるだけ遠い距離に置くということなんですね。だから米国債の売りもできないと。から金の保有も禁止されているというのが植民地日本ですよ。だから日本で市民革命政権が樹立した暁には金銀本位制に戻すと。実物価値が中心となる経済体制に戻すということが不可欠でしょうね。シナっていう言葉はやめた方がいいですよ。中国って中島正文さん、日本は米国債は売れないけどシナは売ろうと思えば売れますよね。軍事独立してますからという。シナという言葉は使わない方がいいですよ。ということで何でしたっけ。砂月さん、日本では丸山穂高用語の
安倍応援団に沈黙、この民衆の不気味さと。沈黙してるっていうことですかね。そして砂月さん、服部さん動画でウクライナの近海を米兵が運び出していますということ。なるほど。だからリビアのカダフィが近本位制に北アフリカ諸国一帯を近本位制に戻すというために、150トンぐらいの金塊を集めたんですね。それが一体どこに行ったかということは誰も分かんないと。おそらくアメリカでしょうね。ヒラリー・クリントンに聞けば分かるんじゃないですか。だから彼らは金塊を隠してるんですね。ウクライナからも強奪して隠すということでしょうね。で3番目、これが田中龍作ジャーナルさんの自民党の公約を実現するために偽装情報、偽装のいわゆる物価下落指数を今までのものと変えちゃったんですね。これを、昨日の国会委員会で追及したという記事ですね。これなかなかいい記事ですよね。で、次に、先ほど画像で紹介しましたけど、マニング元情報分析官証言拒否で再び収監とウィキリークス巡りということで、でも彼女は本当勇気がありますよね。証言をするぐらいだったら私は監獄に収監されて、餓死した方がいいというふうにはっきり言い切ってるんですね。大したもんですよ。で台湾最後の危機、台湾同性婚認める法案を可決、アジアで初という。台湾進んでますね。同性婚を認めるという法律が国会で通ったっていうことなんですね。取り残されるのは日本のみということでしょうね。ということで、あと最後だ。コンビニ売れ残り実質値引きセブンなど食品ロス削減という、ようやくですね、賞味期限切れの食品を安く販売すればいいのに、ずっとそれを禁止してて、でそのロス分を、捨てた分を全部店のオーナーに払わせてたというとんでもないことがようやく、やむんですね。認めちゃダメでしょうと。だからこの中島さんっていうのはこの旭日賞を使ってる人ですから、おそらく右翼でしょうね。シナとかなんか言うんだから、ちょっと正体不明ですけど。売れ残りロス。砂月さん、生活保護は最低賃金や年金などの基準になっているから被害は生活保護者だけではないということでしょうね。
年金もあれでしょ、物価スライド制、生活保護と同じようにマイナスになった場合はマイナスするよというふうに書いちゃったんですよね。から今日の重要情報、百田直樹日本書紀批判で出版中止に追い込まれた津原康水が幻冬舎の説明に真っ向反論と言論封殺の経緯を告発とリテラス、これなかなかいい記事ですね。言論の自由を守るべき出版社がいわゆるこの百田直樹の日本国旗というとんでもない本を批判したら文庫本の出版を拒否したということですよね。同性愛なんか認めたら消費者がさらに進むんじゃないでしょうかと。少子化の原因はその同性愛がどうのこうのじゃないですよ。少子化が進むのは要するに、子供を育てることがますます困難になっているという現実でしょうね。だから簡単なんですよ。日本で子どもの出生率を高めるには子ども手当を保障するとか、すべての出産関係の費用をタダにするとか、入院費をタダにするとか、あるいは子どもの教育費を無償化する、保育園とか幼稚園とか小学校、中学校、高校、大学まで全ての教育を無償にするということをすれば、子どもがより育てやすくなるということですよね。から親の労働環境を良くすると、労働時間も週40時間じゃなくて35時間、フランス並みの35時間にするとか、年の有給休暇を5週間にするとかという、いわゆるそういう政策的な改善があれば簡単なんですよ。フランスがまずそうですよね。フランスが手厚い、子ども手当、を実施しただけで、2.0 近くの出生率に回復したんですね。だから日本でもやればいいんですよ。それをやらないで、このように何ですか、同性婚を認めたら出生率が下がるっていうね、何の根拠もないことを言うと、社会的な背景、経済的な背景、それが主な原因ですよね。菜食ヒーローさん、僕は年齢に関係なくベーシックインカムを検討すれば出生率、そうですよ。そういうことですよ。生活が安定して、将来に不安がなくなれば子供を育てようという意欲は当然出てきますよね。というのが今日のメインテーマ。今日の放送はこれであれですね、終わりですね。ということで、時間が69分50秒ですね。視聴されている方が同時期が55名様、全体で132名様ということで、コメントが全部で74件ですね。ということで今日金曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間で夜の10時39分ですね。砂月さん、若い人が非正規で結婚もできず子育ての環境も貧弱だからと、そういうことでしょう。K さんお疲れ様でした。だからどっちにしても
もう自民党が70年以上この日本を独占し、その自民党がアメリカの傀儡政党であるということがずっと続いていることが、全ての日本の悲劇、あるいは近隣諸国とうまくいかないということの悲劇の根源ですから、それを、断つためにはもう自民党、あるいはアメリカ支配、完全に独立するということが絶対必要で、そのためには、市民革命、政権の樹立が必要だということしかないんですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね。ありがとうございました。ということで、明日土曜日、日曜日はお休みなんで、来週の月曜日ですね、よろしければまた合流してくださいと。コメント66ですが、私は77ですね。お疲れ様でした。終わります。